検察官は証拠を積み上げるより先に結論を決めていた。写真の並べ方も質問の仕方も無意識にあるいは意図的に3人を犯人へと押し込んでいった。2025年アメリカテキサス州の法廷で奇跡と呼ぶほかない瞬間が訪れた。重い扉が開いた。静寂、そしておえつが溢れた。3人の男がゆっくりと立ち上がった。弁護士が駆け寄る。傍聴席から叫び声が上がる。抱き合う家族の肩が震えていた。裁判官の声が法廷に響いた。無罪、釈放を命じる。その一言が告げられた瞬間、男たちは声を失った。泣くことさえできなかった。長すぎた時間が胸の中で渦を巻いていた。これは1999年11月にアメリカテキサス州で起きたある銀行強盗事件から始まった物語だ。一人の検察官の焦りと野心が3人の無実の人生を根こそぎ奪っていった。26年、24年、21年。それが彼らが鉄格子の中で過ごした歳月だった。青春と呼ばれる時間はとっくに過ぎ去っていた。最初の判決が下された時、彼らはまだ若者だった。しかし釈放された時、鏡に映ったのは見知らぬ中年の顔だった。なぜ無実の人間がこれほど長く閉じ込められたのか。なぜ誰も止められなかったのか。そして真犯人はどこにいたのか。すべての答えはある一つの偶然によって静かに暴かれることになる。別の州の DNA データベースとの思いがけない一致。それが20年以上もうずもれていた真実を白日の下にさらした。法廷を後にした3人はまだ歩き方を確かめるようにゆっくりと外へ向かった。空がやけに眩しかったと後に語っている。ではこの悲劇はどのように始まったのか。1999年の秋、テキサスの街で3人はそれぞれどんな日常を送っていたのか。1999年の秋、テキサスの空はどこまでも高く澄んでいた。マーカス・ウィリアムズは23歳だった。小さな自動車修理工場で毎朝7時には作業着に袖を通していた。油の匂いと金属の擦れる音、それが彼の日常だった。昼休みには決まって母親の手作りのサンドイッチを食べた。将来は自分の店を持ちたい。そうノートに書き留めていた夢が工場のロッカーの中に眠っていた。デリック・ハリスは21歳。地元のコミュニティカレッジに通いながら夜はスーパーマーケットでレジを打っていた。会計学を学び、いつか家族を養える仕事に就きたかった。妹が2人いた。週末には一緒に公園へ行き、笑い声を上げた。その笑顔がまだ記憶の中に残っていると後に語ることになる。ジェームズ・クーパーは25歳。結婚してまだ1年も経っていなかった。妻のレイチェルは第一子を身ごもっていた。ジェームズは建設現場で働き、毎晩帰宅すると妻の腹に手を当てた。子供の名前を2人で話し合っていた。男の子なら父親の名前を継がせようかと。3人に接点はなかった。住む場所も仕事も歩む道もまるで違った。共通していたのはただ一つ、テキサスの同じ町に生きていたこと、それだけだった。秋の風は穏やかで、街はいつもと変わらぬ一日を重ねていた。誰もが明日もまた同じ朝が来ると信じていた。3人もそう信じていた。10月の朝が来るまでは、この街で一つの事件が起きた時、3人の平凡な日常は音もなく崩れ始める。1999年10月のテキサス州ダラス。
その朝、一軒の地方銀行に3人の男が押し入った。覆面をし、銃を構え、金を奪い、逃げた。目撃者の証言は断片的だった。性格好、服の色、逃げた方向、それだけだった。現場に残された手がかりは驚くほど少なかった。捜査は難航した。当時、その地区の担当検察官は一人の野心的な男だった。彼には記録があった。起訴件数、有罪率、処理速度、その数字が彼のキャリアを支えていた。上司の評価も同僚からの視線もすべてその数字にかかっていた。捜査が止まるたびに彼の焦りは深くなっていった。事件は解決されなければならなかった。それも早く。捜査員は周辺の住民に話を聞いて回った。その時、3人の名前がほぼ同時期に浮かび上がった。マーカス、デビン、トレイ。3人に面識はなかった。住む場所も違った。働く場所も違った。ただ、同じ町に住んでいた。それだけで十分だった。マーカスはその日、朝から仕事に出ていた。デビンはアパートの部屋で眠っていた。トレイは弟と朝食をとっていた。3人のごく普通の朝だった。アリバイはあった。証人もいた。しかし、捜査員の目にはすでに答えが見えていた。体格が一致する。近隣に住んでいる。過去に軽微な前歴がある。それだけで疑惑の輪郭は描かれていった。検察官は証拠を積み上げるより先に結論を決めていた。目撃者への誘導もあった。写真の並べ方も質問の仕方も無意識にあるいは意図的に3人を犯人へと押し込んでいった。一人の目撃者が言った。似ていると思いますと。その思いますという言葉は書類の中でいつしか消えた。残ったのは一致したという一文だけだった。こうして何も知らない3人の男の名前は起訴状の上に並んだ。秋の空はあの日と変わらず青かった。マーカスは空を見上げ、何かが終わる予感をうまく言葉にできなかった。やがて訪れる朝、3人はそれぞれの場所で扉の向こうの足音をまだ知らなかった。扉の向こうの足音が近づいていた。夜明け前、まだ暗いうちにそれはやってきた。ドアを叩く音、鋭く容赦なく。マーカスは目を覚ます間もなく手首に冷たいものを感じた。動くな。その声は命令ではなく宣告だった。同じ朝、デリックもジェイソンもそれぞれの場所で同じ音を聞いた。3人は互いの顔も知らないまま同じ罪状を背負わされた。1999年、テキサス州で起きた銀行強盗。3人はその犯人として連行された。取調室は白い蛍光灯だけが冷たく光っていた。机を挟んで向かい合う。刑事の目は最初から答えを決めていた。お前がやったんだろう。問いではなかった。確認でもなかった。それはすでに書かれた物語の読み上げに過ぎなかった。マーカスは知らないと繰り返した。繰り返すほどに部屋の空気は重くなった。弁護士を求める言葉も調書にはうまく残らなかった。担当検察官の名前は後に明らかになる。彼は当時起訴件数を競っていた同僚との記録争いだった。早く、多く、確実に、それだけが彼の基準だった。証拠は薄かった。目撃証言は曖昧で矛盾に満ちていた。現場の防犯カメラ映像は画質が荒く
顔の判別はほぼ不可能だった。それでも捜査資料の中で一致したという言葉は揺るがなかった。疑問符はいつの間にか消えていた。後半は驚くほど早く進んだ。弁護側の異議は次々と退けられた。陪審員たちは検察の描く物語を静かに受け取った。判決の日、法廷は静まり返っていた。裁判長の声が天井に吸い込まれるように響いた。マーカスは26年、デリックは24年、ジェイソンは21年。3つの数字が3人の未来に貼り付けられた。傍聴席でマーカスの母が声を殺した泣き声は出なかった。ただ、口を覆う手が震えていた。鉄の扉が閉まる音は重く、低く、長く続いた。その音が消えた後も3人の時間は止まったままだった。外の世界は何も知らずに回り続けた。塀の中で3人の青春は静かに削られていく。鉄格子の向こうで朝が来た。昨日と同じ蝶が、マーカスは目を開けるたびに一瞬だけ夢だと思った。でも天井はいつも同じ灰色だった。冷たいコンクリートの壁、規則的に響く看守の靴音。時間は外の世界とは違う速度で流れた。遅く、重く、粘るように。デイビッドは最初の1年をほとんど覚えていないと後に語った。怒りと恐怖が混ざり合って記憶ごと溶けてしまったのだと。無実だと叫んでも誰も振り向かなかった。弁護士も裁判官ももう動かなかった。判決は確定していた。ライアンは最初の頃毎晩手紙を書いた。母親へ、弁護士へ、地元の新聞社へ。返事はほとんど来なかった。来たとしてもそれは丁寧な断りの言葉だった。それでもライアンは書き続けた。書くことだけが自分がまだ存在しているという証明だったから。2年目が過ぎた。3年目が過ぎた。外では友人たちが就職し、結婚し、子供を持ち始めていた。マーカスの母は毎月面会に来た。どんなに遠くても、どんなに体が辛くても一度も欠かさなかった。マーカスはその度に泣かないようにした。母を泣かせたくなかったから。でも帰り際に手を離す瞬間だけはどうしても答えられなかった。デイビッドは10年目に一度だけ諦めかけた。もう終わりにしようと思った夜があった。その夜、隣の坊の老人が壁越しに話しかけてきた。お前の目はまだ生きてる。と、それだけだった。それだけで、デイビッドは朝まで生き延びた。3人はそれぞれ違う胸にいた。会えない日々が続いた。でも、同時空の下にいることを3人はそれぞれ心のどこかで知っていた。塀の中で年を重ねながら、青春は音もなく削られていった。それでも諦めなかった人間がいた。3人の外側で静かに動き始めていた者たちが、塀の外でも時間は流れていた。ただし止まったままの人たちがいた。3人の家族たちだ。デイビッドの母親は息子が逮捕された日から毎週刑務所への面会を続けた。片道2時間の道のりを雨の日も雪の日も欠かさなかった。あなたは無実だと私は知っている。その言葉だけを繰り返し繰り返し伝え続けた。マーカスの妹は法律の知識がなかった。それでも独学で判例を調べ、弁護士に手紙を書き、支援団体の扉を叩いた。断られた。また叩いた。また断られた。それでも
止まらなかったジェイソンの父親は、息子の裁判記録を段ボール箱に何十箱も集めた折りたてで、一枚一枚めくりながら矛盾を探し続けた素人だった。でも、諦めなかった。やがて、一人の弁護士が現れた。彼の名は、レイモンド・キャロルといった冤罪専門の非営利組織に属する法廷弁護士だった。彼は、依頼ではなく、自ら3人の記録を請求した。記録を読み込んだ夜、彼は思った。これは、最初から崩れている。証拠の連鎖があまりにも不自然だった。目撃証言の日付が微妙にずれていた。DNA 鑑定の手順に記録の空白があった。そして何より3人の自白がそれぞれ細部で食い違っていた。本当に共犯ならありえない矛盾だった。キャロルは市民団体と連携した。メディアにも静かに働きかけた。派手な運動ではなかった。ただ、地道に記録を積み上げた。声を上げる者がいた。耳を傾ける者がいた。それだけで、世界は少しずつ動き始めた。2025年の春、一つの照合が行われた。別の州の DNA データベースとの照合だった。誰も期待していなかった。ただの確認作業のはずだった。ところが、データは一致した。3人ではない。別の人物と、その瞬間から26年間の沈黙が音を立てて崩れ始めようとしていた。新しい証拠。それは誰も予期しない形でやってきた。2025年の春、テキサス州の捜査官がある照合作業を言っていた。別の州の DNA データベースとの比較だった。日常的な確認作業に過ぎなかった。担当者は大きな期待など持っていなかった。ところが画面の数値が止まった。一致と表示された。3人の男たちではない。全く別の人物の DNA とその瞬間、室内の空気が変わった。担当者は画面を見つめたまま動けなかった。26年前の現場に残されていたわずかな生体痕跡が今になって語り始めたのだ。その DNA が指し示した人物はすでに別の州で別の事件により服役中だった。当時彼の存在は捜査線上に一度も浮かんでいなかった。なぜか単純な話だった。種をまたいだデータの共有体制が1999年当時は整っていなかったのだ。検察は手元にある容疑者を急いで固めた。確認すべき範囲を広げようとしなかった。それだけで3人の人生が消えた。DNA 照合の報告を受けた弁護士たちはすぐに動き始めた。イノセンスプロジェクトと呼ばれる冤罪救済団体がすでに数年前からこの事件に関わっていた。内部から声を上げた元捜査官もいた。当時の取り調べに疑問を感じていたと後に証言した人物だ。彼は長年沈黙を守ってきた。だが自らの両親と向き合い続けた末に口を開いた。目撃者の証言も再検証された。1999年当時、法廷に立った目撃者の一人が、実は捜査官から特定の人物を示すよう誘導されていたことが明らかになった。彼女は高齢になっていたが、記憶の中の不安をずっと抱えていたと語った。本当にあの人たちでよかったのかその問いは26年間誰にも届かなかった。証拠は3つの方向から一点に収束し始めた。 DNA、 内部告発、そして目撃証言の崩壊。3人の男たちはまだ知らなかった。塀の向こうで世界が動いていることを。
真実がようやく形を持ち始めた。次は法廷が動く番だった。法廷の扉が重く開いた。2025年テキサス州の最新法廷。3人の男たちがそれぞれの弁護士と共に席に着いた。かつてこの同じ場所で彼らは有罪を宣告された。あの日から26年が経っていた。再審請求の根拠は3つあった。DNA 鑑定の不一致、元捜査官の内部告発、そして目撃証言の崩壊。検察側は最初動じなかった。証拠は当時適正に処理されたと繰り返した。しかし法廷の空気はすでに変わっていた。弁護側が提出したのは別の州の DNA データベースから照合された一件の記録だった。銀行強盗の現場に残された微細な皮膚片。それが3人の誰とも一致しなかった。一致したのは当時すでに別件で服役していた全く別の男だった。法廷が静まり返った。検察官の一人が資料を手に持ったまま動きを止めた。その男の名前は起訴状のどこにも記載されていなかった。取り調べすら受けていなかった。弁護士が静かに言った。真犯人は最初から別にいました。目撃証人の一人がこの日証言台に立った。26年前、彼女は23歳だった。当時刑事に何度も誘導されたと震える声で話した。あの3人だと言わされた気がする。涙は流れなかった。ただ表情が崩れた。裁判長が書類を置いた。本件において原判決を支持する根拠はもはや存在しない。その言葉が法廷に響いた瞬間、3人のうちの1人が両手で顔を覆った。声は出なかった。隣に座った別の1人は天井を見上げたまま動かなかった。3人目はゆっくりと目を閉じた。26年という時間は判決文の一行で取り戻せるものではない。しかしこの日ようやく真実が法廷の記録に刻まれた。塀の外で世界が変わっていた間、彼らはずっと待っていた。この瞬間を無罪、その一語が26年分の沈黙を破った。3人はそれぞれに長い息を吐いた。自由の意味をもう一度学ぶ時間が始まろうとしていた。無罪、その言葉が法廷に響いた日から3人の新しい時間が始まった。しかし塀の外の世界は彼らを優しく迎えはしなかった。マーカス・ジョンソンは刑務所の門をくぐった瞬間立ち止まった。広すぎる空が怖かった。26年間見上げてきた空はいつも鉄格子の向こうにあった。遮るものが何もない青空を彼はどう受け止めればいいかわからなかった。デリック・ウィリアムズは母親の顔をすぐには認識できなかった。面会室で会い続けた顔と老いた現実の顔が重ならなかった。抱き合いながら二人は声を上げて泣いた。言葉はいらなかった。アンソニー・レイエースは息子に会いに行った。収監された時3歳だった子供はもう24歳になっていた。父親と息子は互いの顔を見つめ、長い沈黙の後ようやく握手をした。ハグではなく握手。二人の間にある埋められない21年がその距離に静かに滲んでいた。テキサス州は3人に対しそれぞれ保証金の支払いを決定した。冤罪被害者保障制度に基づき不当収監1年につき$8万が支給される。数字だけ見れば
大きな金額に見えるかもしれない。しかし、失われた26年を、24年を、21年を、金額に換算することが、そもそも、できるのだろうか。3人が口を揃えて言ったことが、ある。お金より先に、謝罪が欲しかった。と、正式な謝罪は、なかなか来なかった。担当検察官は、すでに退職していた。捜査に関わった刑事たちも、多くが、現場を離れていた。責任の所在は、霧の中に、消えていた。3人は、それぞれ、カウンセリングを受け始めた。夜中に飛び起きること、人混みに入れないこと、食事を残せないこと、刑務所が体に染み込んでいた。自由になっても、心はすぐには自由にならなかった。マーカスは、ある日、スーパーマーケットで、泣き崩れた。選べる食べ物が多すぎた。それだけで、崩れた。それでも、3人は、前を向こうとしていた。達観でも、諦めでもなく、ただ、生きるために、次のパートで、この事件が残した問いを、最後まで、見届けてほしい。3人は、釈放された。けれど、誰かが謝ったわけでは、なかった。検察は、公式の謝罪を、未だにしていない。担当した検事は、処分を受けることなく、キャリアを続けた。奪われた26年は、保証金に換算された数字になった。マーカスは、その金額を聞いたとき、何も言わなかったという。ただ、窓の外をしばらく見ていた。デリックは、弟の葬儀に間に合わなかった。服役中に、弟は死んだ。最後に顔を見ることもできなかった。その空白は保証されない。アンソニーは2026年の春、初めて娘の誕生日を一緒に祝った。娘はすでに20代になっていた。父親がいない時間を娘も生きてきた。この事件は一人の検事の焦りから始まった。早く実績を作りたかった。早く成果を示したかった。その欲が3人の人生を塗り替えた。手法は正義を守るために存在しているけれど、人が動かす以上間違いを起こす。問題は間違いそのものではない。間違えた時、誰がどう責任を取るか。そこにその社会の本当の姿が映る。あなたはどう思うだろうか。もし自分が無実のまま26年を奪われたとしたら、もし自分の子供がそうなったとしたら、システムを信じろという言葉をまだ聞けるだろうか。3人の戦いは終わっていない。釈放はゴールではなかった。人生を取り戻すための本当の戦いがそこから始まった。扉の外に世界はあった。ただ、それは彼らが知っていた世界ではもうなかった。それでも3人は今日も生きている。